皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1957年12月28日に公開された東宝映画、地球防衛軍の中に登場するロボット怪獣モゲラを、1994年にバンダイが販売したソフビと、1957年当時の視点も交えて解説した動画です。地球防衛軍は、初代ゴジラの公開から3年後で、カラー作品の空の大怪獣、ラドンの翌年に公開されたカラー作品で、東宝の特撮映画としては、初の東宝スコープと言われるワイドサイズの画面で制作された作品でした。その中で、ロケットやロボット、戦車、宇宙ステーション、円盤、光線銃、新兵器など、多くの SF メカが入り乱れる当時の子供には、お祭りのような特撮映画でした。その中に、モゲラ1号機とモゲラ2号機が登場します。地底ロボットモゲラとも言われますが、他のゴジラシリーズソフビとの関連的にも、ここではロボット怪獣モゲラで統一します。ロボット怪獣モゲラ、360度回転、ロボット怪獣モゲラ、1号機、2号機の最後、ロボット怪獣モゲラ、光線発射、今の常識からすると、驚くような設定も多いのですが、この作品の制作中に、世界初の人工衛星が打ち上げられたくらいで、まだ、アポロ計画もスタートしていないので、まだまだ火星人や金星人がいると信じてる子供も普通にいた頃の作品で、当時の宇宙開発競争を背景に空想科学映画の決定版というキャッチコピーが付けられていました。ロボット怪獣モゲラは全長50メートル、重量5万トンで地中を150キロで走行できる設定ですけども、映画の画面では2階建ての家よりも少し高いくらいに見えるカットがあったりするため、15メートルとの記載もあります。元は、土木作業用のロボット掘削機という設定ですけども、目から青い光線を出します。ボディは、宇宙特殊構成で、地球の通常火器は全く受け付けない強度を誇ります。ロボット怪獣モゲラは、作品的にはモゲラ1号機と2号機が存在しますけども、物理的には一つなのと、メカニコン部のように、はっきりわかる外観上の違いはないので、一つとして解説します。デザインは、渡辺明さんで、モゲラの頭部の造形は、トシ光定蔵さんで、ボディは、八木寛治さんと、八木康栄さんで、頭部は、ブリキで作られたために、結構重い部分になっていました。ボディのスーツは、主に配合ラテックスで作られ、表面にはビニール素材を貼り、ポリエステル系の合成樹脂塗料によって、金属的な塗装が施されていました。頭部と上半身と下半身が分離するパーツ構成になっていて、スーツアクターはゴジラの中島春夫さんと手塚克美さんの2人が演じました。また、約60センチほどのミニチュアも作られ、顔のドリルと背中のカッターが回転するギミックが仕込まれていました。ロボット怪獣モゲラは、当時としては、まだ鉄人28号の連載が開始されたくらいで、後のスーパーロボットのような存在はなかったので、今からすると、額にリアルに描かれていて、進行先の鉄橋を自衛隊に爆破されて、落ちて動かなくなるという最後を遂げています。2号機も地中を掘り進みますが、地球防衛軍の兵器、マーカライトハープが倒れてきた下敷きになって、停止してしまいます。そのため、敵のロボットですが、後々のスーパーロボットのような、大暴れすることはなく、ある意味、リアルなメカとして人気を得ているロボットで、地球防衛軍のメカでもないですし、作品的には、それほどメインではないのですけども、意外な存在感で、中心的な象徴になっているロボットです。地球防衛軍の敵、ミステリアンは、昔、火星と木星の間にあった、小惑星第5遊星ミステロイドから、10万年前に母星が核兵器で滅び、わずかに生き残った一部が火星へ移住しますが、豊富な資源がある地球への移住を目的に飛来します。富士山麓に基地ドームを建設し、女性との結婚と半径 3km の土地を要求してきます。今の感覚だと、侵略としては半径 3km でいいんだ、という感じですし、ミステリアンは各戦争の後遺症で肉体は異常を期していて、火星よりも重い地球の重力のために、動きが鈍く、高温に弱いという、リアルなような設定があります。ヘルメットやマント、ブーツの色は、最高指揮官がレッド、中級指揮官がイエロー、一般戦闘員がブルーになっています。
ロボット怪獣モゲラは映画公開の1957年や翌年には発売されていません。それは1966年のウルトラ Q から販売されたのが怪獣ソフビなので当然でもあるのですが、初めてブルマークから発売されたのは1969年で、映画の再上映も1978年までないので、当時は資料も少なく、撮影用の検討用ひな型モデルを参考にしたのではと言われる細身の体型でした。それから25年後に、今回のモゲラのソフビがバンダイから販売され、下顎の透明のパーツまで再現された量産ソフビとしては1200円と、当時は少し高価でしたが、かなりファンをうならせる出来で、今では10倍以上のプレミアがつくソフビになっています。ロボット怪獣モゲラの光線は、殺人光線とパンフレットなどに書かれていますが、本来はミステリアンガドームの建設用として作ったロボットなので、光線は後付けと思われますので、そんな目から放つ光線のテスト模様をソフビで再現してみましたのでご覧ください。海外での地球防衛軍は、キングコングでおなじみのハリウッドの RKO が2年後の1959年にザ・ミステリアンズのタイトルで公開していますが、上映規模も小さく字幕だったようで、RKO が映画の衰退で事実上の終焉を迎える時期と重なったので、アメリカの SF ファンもテレビで RKO 版のザ・ミステリアンズを見た人の方が多い感じです。ブルマークのソフビは公開の12年後で、バンダイも37年後のリリースというメジャーとは言えない存在のロボットで、ブルマークはジンクロン合金の候補にもモゲラを予定していましたが、販売は断念しています。希少な存在ですが、以外に SF ファン、特撮ファン、ロボットファンの多い日本初の映画に登場する巨大ロボットです。そんなバンダイ、ロボット怪獣モゲラのソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。